これ僕もまさにそうでしたね。無理やりいつもの時間に実績が全てではあるよね。あんまり共感されない最強技がある。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。本日も他のお客様からご質問いただいていて、ちょっとそこに答えていけたらなと思うんですけど、一つ目は、夜中にゲームしすぎて朝起きるのが辛いですと。辛いですって言われても泣けない皆さんその辺の経験はありますかって。これもさっき僕言いますけど、これ僕もまさにそうでしたね。はい、僕も特に最近とかまではもうやっぱかなり夜中までずっとゲームやってたんですけど、そろそろ年齢も年齢っていうのがあって、仕事のパフォーマンス最大化するには夜中のゲームをもう抑えるしかないなっていうので、今ちょっと抑え気味にしてますね、僕は。じゃあ俺も老害的な意見言っていいですか。もう俺の時代なんてまだ過去に勤めてた時って朝9時スタートの定時だったから、もうそんな別に朝が弱いからとかって言ったとて9時に来ないとだって遅刻扱いになるわけだから、それは来てましたよ。お二人はどうですか？これしかない別に僕は朝弱いし、この会社では遅い方ですけど、出社来るしかないんだよなって思ってます。谷君って夜中ゲームしてる？する時もあるし、なんか映画とかドラマハマったら気づいたら夜中なってる。きりないですもんね。ガンニバル見てた時とかガンニバルね。止まらへんみたいな。ガンニバル止まらなかったら無理やりいつもの時間に起きます。そうだからこれゲームに限らないよね。エンターテインメントいろいろあるし。自分のルールを自分に罰を与えるのがいいかもしれないですね。電流みたいな。電流でもいいですけど遅刻ってマイナスのその強制力じゃないですか。給料が減るとか、そういうのを自分に課すことで無理やり自分自身を動かすっていう。自分が寝坊したら貯金するとか。そういうことでね、自分で貸すってこと。そういうのが給料減るとかは会社から貸せられても自分では別に貸してないかなりブラックなそういうことだね。そういうのをイメージするだけでもいいかもしれない。うちの会社はね、もう裁量労働制って言ってるんで、朝ね、そんなに少々遅れても、基本的にもみんながミーティングするような時間に来てたらいいよって感じではありますけどね。やっぱ今でも全然定時の会社っていっぱいあると思うんで、定時の会社やったら大変やな。大変ですね。でもそれはそれでそれになれるんじゃないですかね。いやこれでも慣れる人と慣れへん人がいる気がするけどな。そうですね。俺もだから偉そうなことさっき言ったけど、今が裁量労働制だから馴染めてるのであって、調子で朝9時が続いてたらだいぶとストレスが積まれたからっていうね。うち裁量労働制なのもあるし、昔プラチナがまだ裁量労働制じゃなかった時でも、俺が割と好きだったアーティストの子がいるんだけど、ワンオン作ってる時に、その彼はもう夕方くらいにやってきて、だけど深夜までやってるんだよ、今だから話せることだと思うんだけど、時代があって、で俺としてはそれが彼の生活ペースなんだろうし、アウトプットされるね、そのパフォーマンスが良ければ別にいいじゃんと思ってたから、彼がそれで遅刻扱いになってるのちょっとかわいそうだなと思って、これだって無理やり朝定時9時に来い、9時半6時半とかだったっけ。だからその時間に強制的に来させられるのもちょっとかわいそうだなと思って、変な話、遅く来るけど遅くまでやってるから深夜3時ぐらいまでやってたりとか、稼働時間だけ見ても別に十分稼働してるし、で上げてくるものしっかりしてたから、彼だけ別に特別扱いしてあげればいいのになとか思ったりして、
だから要はね、実績が全てではあるよね。特に今の時代はそんな感じ、うちの会社はそんな感じになりますよね。逆にだから今プラチナにいるドンさんなんかはもう普通に朝早く来て、でもうガリガリにやって、で6時ぐらい定時にさっそうといなくなるじゃん。だけどアウトプットされるものって人の3倍くらい成果上げてたよね。それこそベヨネッタなんて、ベヨネッタプレイヤーとあと敵全部一人でドンさんやっててできる人いますか他にっていうね。だからもうどういう働き方をしようとも文句ないしっていうね。矢部君はゲームをしますか？することもありますし、ちょっと寝不足気味だなっていう日とか週とかあるんですけど、個人的にあんまり共感されないその最強技があって、ちょっと東京あたりだとちょっと難しいと思うんですけど、会社の近くのアパホテルに泊まるっていう物理的に近いそうなんですよ。僕大体通勤で、1時間ぐらいなんですよ、片道で。5日間要は間に休日がない5日間フルである週で、ちょっと多忙な週とかあるじゃないですか、どうしても仕事が。間の火水木どっか1日取るだけでもう全然もうコンディション違います。いや、それいいというか面白いと思うよ。そうなんですよ。で絶妙に非日常感味わえるじゃないですか。いつもよりちょっとふかふかのベッドで。そう、なんか聞いたことあるな。だから意味もなくて言ったらあれだけど、そのホテルに泊まるのが好きっていう。そうなんですよ。旅先だけで使わなきゃいけないものじゃないんですよね。寝不足的なところも解消されるんだったら一石二鳥だよね。それ今もやってるの？今ちょっとゆっくりしたあれですけど、4月5月あたりとかは、5日間、間に休みがない日とかはもう泊まってました。それいいアイデアだし、なかなか思いつかないからさ、それって。いや結構いいハックだなって、いいハック見つけたなって。それはもっと言ったら方がいいんじゃないですか。いや結構広めてるんですけど、ホテルいいよって言うと、はって言われる。共感できますけどね。何ですか？面白い。もうこれに近い話で、もう仕事忙しい時、僕通勤なんだったらこの会社で多分1、2番目ぐらい長いので社長ですけど、もうこっちにめちゃくちゃ安いマンション借りたのかなとか思う時ありますね。もうお風呂とトイレとベッドだけあったらいいから。そうするんだったらホテルがいいかもしれないね。いや、そうなんですよね。コスト的にね。毎日のわけじゃないだろうし。なんかお泊まりセットみたいなのも会社に頼むといたりとか。日によりますけど、本当5000円いくらで泊まれる。そうなんです。しかも当日の夜中とかやったらもう空いてるところだけやったら安くなったりするんで。そうですね。埋まってる日とかもあるんですけどね。おすすめはアパホテルなんですか？ちょっと距離的にも値段的にもちょうどいいんで。パパあるかもね。そうです。北浜あたりで。それはいいかも。俺ももっと若い頃だったら漫画喫茶的なあったけどね、スカイビルのすぐ横に昔あったんだよ。すぐ隣に。僕それ DMA 時代やってましたね。もうレオンの時かな、時代もあって、もう連日泊まりとかねあったけど、その漫画喫茶行ったら寝られるし、シャワーもあるしさ。プラチナの時もありました。そういえば。終電の心配しなくていいし、確かにちょっとその真ん中火水木、水あたりでちょっとちゃんとたっぷり寝とけば、またこの木金のエネルギーチャージできるから、だからスカイビルでもこの漫画喫茶なくなっちゃった時俺ちょっと寂しかった。僕プラチナ入ってきたもそう思うなかったんですよ。だからなんか桜橋かなんかのところまで歩いて行ってました。ただやっぱりホテルに泊まった方が快適だよね。そうですね。ベッドもいいし部屋も綺麗だしさ。だから若い頃はそれでもいいかなって。漫画喫茶の利点がなんかソフトクリームみたいなの食べれる。そうね。いやフリードリンクでね。それデメリットかもしれない。結果的にね。デブまっしぐらかもしれない。もう直属の上司。小山さんとは意見が合わないとき、どうしてるかな。どうしてる？よく殴り合いしてますしてませんね。